はい、今日はですね、トラムの乗り方というのを解説していければいいかなというふうに考えております。ミラノにはですね、メトロ、トラム、バスという3つの公共交通機関が存在しております。どれもですね、一つの ATM という会社が運行しているのですが、本日はその中でも日本人の皆様にはあまり馴染みのないトラムの乗り方について解説していければいいかなというふうに考えております。はい、ここから少し走ります。というのもですね、先ほど動画の右端にトラムの先頭車両が映っていたのを確認できましたでしょうか。そうです。これが私の乗りたかったトラムということで、これを流すわけにはいかないと思いまして走りました。トラムの駅はですね、このような形で実際に普通の道にですね、専用のレーンみたいなものができていますので、そこに並んでトラムを待つということになります。くれぐれもトラムに当たらないように気をつけてください。はい、では実際にトラムが到着したので乗り込んでいきたいと思います。到着したらですね、このように勝手にドアが開きますので、それに従って乗り込んでいくことになります。はい、勘のいい方で気づかれたかもしれないんですけれども、私切符をかざしてないんですよね。なのでトラムを乗る際に切符はどうすればいいのかについて説明していきたいと思います。切符なんですけれども、実際にトラムだったりバスに乗車する際は持っている必要があります。切符を持ってないと乗れないというわけではないんですが、定期的にですね、職員の方が乗ってくるか、それとも駅でですね、抜き打ちで切符を持っているかのチェックが行われて、その際に持ってないとですね、罰金が課されてしまうので、できる限り持っていた方がいいと考えております。ただしですね、公共交通機関のチケット、地下鉄、トラム、バスともに共有なので、もしどれか乗る際にですね、1回チケットを買ってしまえば、もしそのチケットが期限内であればですね、全部共有で使うことができるので、あまり心配ないのかもしれません。はい、ではチケットをどこで買うことができるのかということを説明していきたいと思います。切符なんですけれども、地下鉄の駅構内にタバッキと呼ばれる、街中にある売店ですね、それか公式のアプリにて購入することができます。今ここに挙げているのがですね、実際にミラノの地下鉄の路線図になっているので、この中の駅だったらどこでも購入することができます。実際に駅でチケットを購入するやり方はですね、別動画にて作っておりますので、そちらをご参照ください。続いてタバッキなんですけれども、これ先ほど Google マップでですね、調べた情報なのですが、このようにミラノの街中、結構至る所にあると思うので、もし見つけられたら寄ってみてください。チケット購入後初めてトラムに乗る際は、この赤いマシンがトラムの中にあると思うので、黄色いところにチケットを挿入していただければ、その時刻が印示されて、そこからチケットが有効という風になります。目的地に着いたらいち早く降りるように心がけてください。以上がトラムの乗り方講座になります。この動画でわからない点等ありましたらコメント欄にて質問をお寄せいただけると幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。